せっかくだから私の旦那見せびらかしてあげる。ちゃんと頭下げなさいよね。ニヤニヤと笑いつつそう言ってくるのは、再会したばかりの高校時代の元カノ。どうやら彼女は自分の旦那に元彼を合わせようとしているらしい。そうまでして自分と旦那の地位を俺に見せびらかしたいのだろう。しかし、残念ながら、きっと彼女の思っているような事態にはならない。そんなこと言って後悔しても知らないからな。思わずそうつぶやけば、彼女は一瞬きょとんとした後、心底面白そうに吹き出した。負け惜しみ、惨めすぎるんだけど。ケラケラと愉快そうに笑う彼女と共に、早足で会社のエントランスに入る。彼女は何も知らないのだ。もし彼女がもう少し謙虚だったら、こんな恥をかかずに済んだのに。俺の名前は青谷雄一。ある旅行会社に勤めている45歳だ。と言っても、俺はただの社員ではない。実はこの旅行会社は、俺の祖父が設立したもので、今は父親が社長を務めている。早い話、俺はこの会社の御曹司だったのだ。当然、俺も父の会社を継ごうと、大学で経営に関する必要な知識を学び、この会社に入社した。それから今までの約20年間、俺は各支社を転々としながら、社長になるために修行を積んできた。御社勤務だけでは見えてこないこともある。そう考えた俺は、社長に就任するまでの間、できる限り多くの支社を回ることに決めたのだ。今はかなり山奥の田舎の支社で働いている。通勤には少し不便ではあるが、いろいろな支社を回ることに決めたのは正解だったと思う。本社勤務だけでは得ることのできないたくさんの経験を積めたことに加え、いろいろな場所の勤務状況を確認することができたのだ。俺の目指している会社はお客様だけでなく、従業員も気持ちよく働くことのできる会社だ。そのためには社長自ら従業員とコミュニケーションを取り合い、現状を把握していくことが重要だと思ったのだ。実際、なんとかパワハラやセクハラの問題を解決したこともあった。会社が3代目で潰れるという話はよく聞く。厳格な祖父と堅実な父が続けてきたこの会社を俺の代で潰すわけにはいかない。お客様だけでなく、社員全員が安心して働くことのできる会社を作り出すため、そして従業員に頼られるような立派な社長になるため、そんな目標を背負って、俺は約20年間、この会社で真面目に働いてきたのだった。青谷さん、お疲れ様です。ある日、午前中の仕事を終え、そろそろ昼休憩に入ろうかという時、オフィスの扉が開いて、紺色のスーツを着た背の高い男が入ってきた。ああ、西本か。はい、今日は午後からの会議にお邪魔させていただきます。俺が片手を上げると、彼はニコニコと笑いながら俺のデスクに近づいてきた。彼は本社で勤務している西本という社員だ。前に別の支社にいた時、俺の後輩として一緒に働いていた。どうやら西本はその後腕を買われたようで本社へと昇進。今は本社からたまにこちらの支社へ情報共有や偵察に訪れている。不意に西本は何かに気がついたように俺の顔を覗き込んできた。そのままじっと俺を見つめ、不思議そうに首をかしげる。青谷さん、何かありましたか？ずいぶん浮かない顔をしていますが。続けてそう声をかけられ、思わず目を瞬く。確かに今、俺には悩んでいることがあったが、まさか気がつかれるとは思っていなかったのだ。おそらく、こうしてすぐに人の変化に気がつくことができるところも、彼が昇進を果たした理由なのだろう。実は少し迷っていることがあるんだ。仕事とは関係ないんだけど。心底心配そうな顔をした西本に苦笑しつつ、俺はカバンからあるハガキを取り出した。同窓会の招待状？俺の手元を覗き込んだ西本はぼそりと呟いた。そう、そのハガキは高校の同窓会のお知らせだった。どうやら幹事を買って出る者がいたらしく、年の瀬に忘年会を兼ねて開催されることになったという。随分と長いこと顔を見ていない友人もいる。
参加したいのは山々だったが、気乗りしない理由が一つだけあった。実は、高校に元カノがいるんだよ。俺がそう打ち明けると、西本は目を丸くして俺を見た。数十年前の高校の卒業式、俺は一世一代の決意をして、クラスのマドンナに告白した。そのマドンナこそ、俺の元カノであるサリナだった。正直本当に付き合えるとは思っていなかったが、なんと告白は成功。サリナは俺にとって初めての彼女となったのだ。それから大学の4年間、俺たちは交際を続けた。サリナは誰もが振り返るような美人で、いつも俺に優しく接してくれた。付き合っていた時は、今思い返しても幸せだったと思う。しかし、そんな時間もすぐに終わりを告げた。俺が就職するタイミングで、サリナから別れを切り出されてしまったのだ。しかも、その理由がひどいものだった。というのもサリナは、俺以外にも数人と同時進行で付き合っていたらしいのだ。そしてその中で、一番就職先が良かった人と付き合い続けることを決めたのだという。ど田舎の支社に勤務なんてありえないんだけど。人が変わったように俺を嘲笑ってきたサリナのことは今も鮮明に思い出せる。もちろん、そんな最低な行為をする彼女に対し未練なんてない。ただ、顔を合わせたいかと言われるとそうではなかった。俺の話を聞くと西本は憤慨したように眉を寄せた。ひどい話ですね。でも、それで青谷さんが同窓会に行けないのはなんだか腑に落ちないですよ。西本の言葉に俺もうなずく。正直サリナのことは思い出したくもないが、それが原因で高校の思い出に触れられないのは少し寂しい気もする。懐かしい旧友の近況も気になるところだ。サリナのことさえなければ、俺は迷うことなく同窓会に参加していただろう。そんな俺の心を見透かすように、西本は俺の背中を軽く叩いた。青谷さん、これだけいい人なんですから、きっと会いたがっている人も多いと思いますよ。元カノのことは一旦忘れて、友達に会いに行ってみたらどうですか？底抜けに明るい西本の声になんとなく拍子抜けてしまう。西本には昔からこうして人の本音を後押しできる力があった。西本の明るさに元気づけられたことも一度や二度ではない。ありがとう。本当に西本はいい人だな。思ったままそう伝えると、西本は大げさに首を横に振った。青谷さんに言われたくないですよ。俺が会社続けられてるのは青谷さんのおかげなんですから。西本はそう言ってもう一度俺の背中を叩く。昔、同じ支社で働いていた時、西本はパワハラを受けていた。当時、どうにかその問題を解決したこともあり、西本はこうして俺のことを慕ってくれているのだ。いつもの穏やかな西本の笑顔に俺も安心してうなずいた。そしてその数週間後、結局俺は西本に背中を押されるようにして同窓会の会場へ向かっていた。西本の言う通り、俺にも会いたい人はいた。嫌な元カノ一人のせいで俺の楽しみが邪魔されるのは納得がいかなかったのだ。結果としては西本の言う通り来てよかったと思った。もともと大きな高校だったこともあり、参加者も多く知らない人も多かったのだ。そんな中、俺は久しぶりに再会した友人と小さなグループで酒を飲み交わしていた。旧友たちと昔話に花を咲かせつつ、近況を報告し合う時間は、俺が思っているよりもずっと楽しかった。見た目は大人びたものの、みんな根の部分は変わっておらず、少しほっとする。昔と変わらない空気にほだされつつ、改めて参加を進めてくれた西本に心の中で感謝した。しかし、その時だった。あは、いた、雄一。突如声をかけられ、俺は驚いて振り返った。そして駆け寄ってくる女性の姿を見て目を見開く。そこに立っていたのは他でもないサリナだったのだ。元気だった？めちゃくちゃ久しぶりじゃん。自分のしたことを忘れているのだろうか。サリナはあっけらかんとそう話しかけつつ、俺の目の前に立った。きらびやかなドレス、大きな瞳に綺麗な長い髪。
サリナはその美貌こそ衰えていなかったが、俺にとってはにんまりと笑った唇は不気味にさえ思えた。何の用だよ。釣れないわね。昔は付き合ってたのに。ところで、今は何してるのよ。冷たくそう返すものの、サリナはますます俺に突っかかってくる。ちらりと見れば、サリナのその視線は、まるで品定めをするような鋭いものに変わっていた。おそらく昔、就職先で俺を選別したように、今回も俺のステータスを確認するつもりなのだろう。俺はため息を吐きながら黙って名刺を差し出した。サリナは待ってましたとばかりに名刺を引き取り、そこに書かれた文字を読んで盛大に吹き出した。はは、まだこんな田舎の支店にいるわけ？やっぱり彼氏乗り換えて正解だったわ。ケタケタと笑うサリナとは裏腹に、その場の空気の温度は下がっていく。中にはサリナの本性を知らなかったのだろう。ポカンと口を開けている同級生もいた。実は私の旦那もあんたと同じ会社なのよね。まあ彼は本社勤務で、あんたとは天と地の差があるけどね。しかしどうしても俺に自慢したかったのか、サリナは冷たい空気に気がつかないままそう言葉を続けた。さらに俺のことを上から下までじろじろと眺めつつ、サリナは馬鹿にしたように鼻で笑った。ゆういち、昔からどんくさかったしね。きっとあなたの出世はないわよ。たまらないわね。何も知らないサリナは、そう言って心底楽しそうに笑い声を上げた。俺はというと、そんなサリナには取り合わず、淡々と酒を飲み続けた。周りの友達には言い返さないでいいのかと尋ねられたが、俺にとってはどうでもいい話だった。当然気分は最悪だったが、やり返そうという気持ちは毛頭ない。そんなことより、サリナ抜きでこの場を楽しみたい気持ちの方が勝っていたのだ。それに、サリナの話が本当なのだとすれば、サリナの旦那は近い将来俺の部下になる。そんなことも知らないで勝ち誇っているサリナが俺の目には滑稽に見えたのだ。サリナは俺の本当の地位を何も知らないままだが、それでいい。真実は俺だけが知っていればいいのだ。仲間とその場を離れつつ、人知れずため息をつく。きっともう二度とサリナと会うこともないだろう。この時はそう思っていたのだが、同窓会が開かれてから数週間後のこと。その日、俺はいつもの支社ではなく本社へと向かっていた。他でもない親父からの呼び出しだった。久しぶりの本社への出勤ということもあり、多少緊張しながら電車を降り会社へ向かう。そして、あと少しで会社に着くという時のことだった。ゆういち？聞き覚えのある高い声が俺のことを呼び止めた。驚きつつ振り返ると、なんとそこにはサリナが立っているではないか。なんであんたがここにいるのよ。サリナは不服そうにそう言って、上等そうなピンヒールでつかつかと俺に近づいてくる。本社に用事があるんだよ。面倒なことになったと思いつつ、俺はそう言ってサリナをあしらおうとした。しかし、サリナは俺のことを逃がす気はないようで、にったりと赤い唇を歪めて、俺の隣を歩いてくる。ついに解雇なんじゃない？私はエリートの旦那に弁当届けに行くな。そこからサリナはペラペラと自分と旦那についての自慢話を始めた。結婚してから新しく大きな家に住んだこと、毎日毎日ショッピングを楽しめるだけの余裕があること、これからもっと生活が豪華になっていく予定だということ。底辺のあなたには想像もできない暮らしだと思うわ。本当に付き合ってた頃からあなた冴えなかったもの。高そうなコートをなびかせつつ、サリナはケタケタと笑った。そんな彼女に対し、怒りを通り越して哀れみさえ湧いてくる。サリナは本当に人のことをステータスとしか見ていないのだろう。きっと今の旦那に対する愛情だって本物ではないのだ。せっかくだから私の旦那見せびらかしてあげる。ちゃんと頭下げなさいよね。ニヤニヤと笑いつつそう言ってくるサリナに、俺は大きくため息を吐いた。どうやらサリナは自分の旦那に元彼を合わせようとしているらしい。
そうまでして自分と旦那の地位を見せびらかしたいのだろう。神経を伺いたくなるが、残念ながらきっとサリナの思っているような事態にはならない。そんなこと言って後悔しても知らないからな。思わずそうつぶやけば、サリナは一瞬きょとんとした後、心底面白そうに吹き出した。負け惜しみ、惨めすぎるんだけど。キラキラと愉快そうに笑うサリナと共に、早足で会社のエントランスに入る。サリナは何も知らないのだ。もし、サリナがもう少し謙虚だったら、こんな恥をかかずに済んだのに。あれ？そこにいるじゃない。その時、サリナはある男性に声をかけた。どうやら偶然、旦那はエントランスに降りてきていたらしかった。あなた、お弁当持ってきたわよ。声高に叫ぶと、紺色のスーツを着たその男は、ハッとしたようにこちらを振り返った。その顔を確認し、俺は大きく目を見開く。青谷さん？それにサリナも。そしてその男、もとい西本も同じように仰天して俺とサリナを交互に見つめた。だんだんと状況を理解し、俺は愕然としながら口を開いた。まさか、西本がサリナの旦那なのか？俺の言葉に西本はパクパクと口を動かしつつうなずいた。そう。なんとサリナの旦那は他でもない西本だったのだ。俺と西本のただごとではない様子に、サリナはいぶかしげに眉を潜めた。ちょっとどういうこと？あなたこの落ちこぼれと知り合いなの？サリナの言葉に西本は一気に顔を青くさせた。このままでは西本がかわいそうだと、慌ててサリナに俺の正体を説明しようとした。その時だった。青谷さんじゃないか？本当だ。青谷さんだわ。先ほどの西本の声で俺の存在に気がついたのだろう。気づけばエントランスにいた社員たちは俺の前に一斉に整列を始めていたのだ。何よ。どうしたの？そんなにかしこまって。ようやくこの状況に気がついたのだろう。サリナはおどおどと周囲を見渡しながらおっかなびっくり声を出した。そんな彼女に耐えかねたように西本が真実を告げた。青谷さんは次期社長。というか、来月社長に就任する方だよ。その瞬間、サリナはあんぐりと口を開いた。俺が本社に呼ばれたのは、この1ヶ月間で引き継ぎを行う予定だったからだ。そう。これまでの苦労が報われ、俺はついに来月社長に就任することが決まったのだ。社長？サリナは信じられないというように、俺、そして整列した社員を交互に見た。実はここ、俺の親父の会社なんだよ。極めつけに俺がそう言うと、サリナはだんだんと顔を赤くし、わなわなと震え始めた。そんなこと、一言も言ってなかったじゃない。サリナの金切り声に、俺はため息をつく。俺の家が会社を経営しているということは、両親の方針で、近所や学校では隠していた。どうやら、社長という立場を明かすことで、過去に色々とトラブルが起こっていたらしい。当然、サリナも俺が御曹司であることは知らなかったのだ。次期社長を手放してしまったことがよほど悔しかったのだろう。何も言わない俺に対し、サリナはカッとなって叫んだ。私のこと騙してたのね。次期社長だって知ってたら私、結婚してあげてたのに。おい、それはどういうことだ？そんなサリナを咎めたのは西本だった。はっとして振り返ると、西本はこれまで見たことがないほど冷徹な顔をしてサリナを見ていた。今の発言は、俺に対しても、青谷さんに対しても失礼だろ。西本は言葉を続けつつ、ずかずかとサリナに近づいていく。俺は、青谷さんのことを尊敬しているんだ。前、パワハラを受けていた話をしたこと、覚えてるか？はぁ？今それ関係ないでしょ？西本の問いをサリナは憤慨したように跳ねのけた。そんなサリナの目の前に立った西本は、諦めたようにため息をついた。覚えてないだろうな。お前はきっと俺の話なんて何も聞いちゃいないんだ。そして小さくそうつぶやいたかと思うと、
西本はきっと強い視線でサリナを睨み上げた。あの頃、誰も助けてくれなかったのに、青谷さんは一人で上司に立ち向かってくれたんだ。それで、きちんと俺に対しても謝ってくれた。うちの会社が不快な思いをさせて申し訳ないって。西本の言葉に当時のことを思い出す。上司から理不尽な扱いを受けていた時の西本は、今よりも一回り痩せていて、見るからに不健康そうだった。俺の目指す会社は、従業員も気持ちよく働ける会社だ。いずれ会社を担っていくものとして、何としてもこの事態を解決しなければならないと、当時は奔走していた。しかし、それがここまで強く西本の心に残っているとは。俺は青谷さんほど優しい人を知らない。そんな人に、お前は。西本は言葉を詰まらせて小さく首を横に振った。そして何も言えなくなったサリナを前に、西本は覚悟を決めたように口を開いた。正直、これからも君を愛せるかわからない。ずっと考えていたが、今覚悟できたよ。離婚してくれ、サリナ。その後、宣言通り西本はサリナと離婚したらしい。詳しく話を聞いてみると、どうやら西本は離婚をずっと考えていたという。サリナの金遣いの荒さ、自分への興味のなさがずっと引っかかっていたのだ。きっとサリナは俺のこと、アクセサリーや ATM としか見てないんだろうなって思っていて、今回の件で確信できたんです。こじんまりとした居酒屋でビールを片手に苦笑する西本のことを見る。あの一件から1ヶ月、俺は晴れて社長に就任したが、西本との距離感は変わっていない。あんなことがあったにもかかわらず、西本との仲が壊れなかったのは、これまでの信頼感があったからだ。やはり、最後に物を言うのは、きっと心からの人との関わりなのだろう。前よりも少し晴れやかな表情になった西本の隣で、俺はビールを掲げた。ああ、俺たちは女を見る目を養わないといけないよな。まったくです。苦笑しつつ、西本もビールを掲げる。肩書きで人を測ることはできない。名前こそ社長になったが、俺はこれまで通り、従業員の幸せを考えられる人間でいよう。密かにそう決意し、俺たちはグラスを重ねるのだった。